藤原でございます。今回は2021年に投資をするなら株や投資信託より断然仮想通貨だって話をしていきたいなと思います。このチャンネルでは仮想通貨や株などの投資について毎日配信していますので、投資に興味がある人や送り人になりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、僕もね、株をやってからね、もう16年ぐらいになるのかな、もうそれぐらいになるし、もともとは僕もね、株から投資始めて、で、銀行員だったんで、銀行では投資信託を売って、で、その後、5年ぐらい前が仮想通貨やってって感じだったんですけど、もう今、断然仮想通貨の方が儲かるんですね。で、僕も、このチャンネルで結構おすすめの株の配信とかやってきたけど、もう結論ね、もう2021年、そして2021年、2年の途中ぐらいまでかな、はもう投資信託とかもう株とか買うよりも断然仮想通貨の方がいいですね。だから僕正直ね、あんまり言えないんですけど、最近もうね、日本株とかほとんど売ってしまって、もうほとんど仮想通貨に変えましたね。まずちょっと今日のお話、トピックとしては、株も盛り上がってるよねと。で、2番目に投資信託はどうなのかって話と、3番目にね、実際にね、業界の違いこんな感じになってるんですよねと。僕みたいなちょっとね、有名な人目線でこうなってます。で、4番目になんでじゃあ今仮想通貨なのかって話をしていこうかなと思います。で、1つ目、株も盛り上がってるよねって話。まずね、株ももちろん盛り上がってます。規制緩和があってね、アメリカも、日本もね、お金ばらまきまくって、それが金融市場に流れるっていうね、流れがあったんで、株もかなり上がってて、日本株ね、日経平均がね、数十年ぶりに3万円を突破するっていうね、大台にまで来たんですけど、でも、言うてさ、株なんかさ、コロナショックがあって、コロナショックからは2倍ぐらいに上がったんだけど、でもそれを除いたらさ、例えば3年前も2万4000円つけて、今3万円つけてるわけですよ、日経平均が。でも言うて 30% ぐらいなわけじゃないですか。だから3年でも平均 30% ぐらいの世界なんですよ。だから株ってなんかね、3万円突破してわーすごいってこう盛り上がってはいるけど、でも仮想通貨のトレーダーからするとなんかすんごいちっちゃな話で盛り上がってるっていうか、そんな感じに見えるんですよね。だから、株ってやっぱりどうしても市場のね、値動きがある時間っていうのが限られてるわけじゃないですか。1日5時間しか動いてないし、平日しか動いてないしっていうのを考えたら、やっぱり急にね、10倍に100倍とかになる世界じゃないんですよ。でも仮想通貨だと1ヶ月で10倍になりました、100倍になりましたっていうね、話はもういくらでもあるんで、仮想通貨は結構情報性みたいな感じでね、いかに次上げるか、仮想通貨を見つけて、早めに張って、爆撃を狙うかみたいなところがあるんで、スピードがもう全然違うんですよ、株と仮想通貨って。もうスピードがもうね、10倍ぐらいね、速いって感じ、仮想通貨の値動きがね。だからこそ、株で儲かってきた人は仮想通貨だとめちゃくちゃ儲かるっていう話なんですけど、株が盛り上がってるのは、今、コロナになったぐらいからね、規制緩和で、日経平均も上げたし、ニューヨークダウももうダクダクにね、上げてきたんでね、もう3万5000ドルですよ。っていうのがあるんで、盛り上がってるのは分かるんだけど、でも仮想通貨界隈の人からするとめっちゃちっちゃな話だなっていうのは思います。でも米国株とかはね、僕は引き続きおすすめはしてますよ。基本的には、かなり、テスラとかね、他のガーファのね、株とかももうガンガン上げてるんで、僕ももちろん米国株は持ってるんだけど、でも日本株をね、買うっていうのはやっぱりもうね、おすすめしないかな。やっぱりもう日本は基本的には衰退に向かってる国なので、なかなか株価が爆上げする企業が生まれないというか、難しいかなと思います。で、2番目に投資信託と比べてどうなのかってことなんですけど、投資信託は、僕はね、イデコだけで買ってます。イデコやると、僕の場合はね、経営者なんで、月6万8000円までね、かけられるんですよね。で、6万8000円満額でかけてて、全額ね、なんだっけ、有名なやつ、なんとか S&P500 ってやつね、S&P500 に、貼る、投資信託ね、基本的に米国株オンリーで、やってるんですけど、その辺はね、やっぱニューヨークダウじゃなくて、S&P500 に連動して、
ガンガン上げていくんで、S&P500 のチャート見たら分かると思うんですけど、基本的にガンガン上げていくし、イデコでやれば節制効果があるということで僕もやってます。投資信託やるんだったら、僕は間違いなくこの S&P500 に、貼るやつを買った方がいいと思います。だからそういう点では僕もやってるっちゃやってるんだけど、でもじゃあ、その投資家として投資する分でやってるかっていうと、全くやってないんですよね。やっぱりこれも、一応そのコロナショックで、2000ドルちょっとぐらいから、今ね、4600、S&P500 で4600ドルに上げましたけど、2倍ですよね。確かに。2年ぐらいで2倍にはなったんですけど、それでもコロナショックの前3400ドルぐらいだったって考えたら、言うてやっぱ 30% ぐらいなんですよ。この2年でね。って考えたら、やっぱりね、その2年投資して 30% っていうのは、仮想通貨業界からしたらめちゃくちゃ小さい話。仮想通貨業界だとね、先月買ったやつがもう10倍になりましたみたいなね、それは当たり前なんで、今投資するのはやっぱ仮想通貨の方が全然儲かるよねって話ですね。で3番目、その業界の違いは何なのかっていうと、その業界団体がどうのこうのとかっていう話じゃなくて、僕も一応多少投資界隈で少し有名になってきてるのは分かったんですけど、インフルエンサーのレベルの違いですよね。なんか株界隈だと、ちょっと本とか出版してて、資産たくさん形成しましたっていう人が言うて1億ぐらいしか持ってないんですよ。株だと。で、そういう人がインフルエンサーとして結構もてはやされてるんですけど、でも仮想通貨業界からすると、もう資産1億とか当たり前で、もうなんなら10億とかね、50億とか100億とかもうザラにいるんで、仮想通貨だとね。インフルエンサーのレベルがまず違うんですよ。レベルって言ったらあれだけど、資産のレベルが全然違うんですよ。株のインフルエンサーって1億ぐらいなんですけど、仮想通貨のインフルエンサーって10億ぐらい持ってて、で、仮想通貨の一般人がもう1億ぐらいいっちゃってるって感じなんで、もう全然ね、そのレベル違うんですよ。そんな感じで、断然仮想通貨の方がいいよって話なんだけど、で、次、じゃあなんでね、仮想通貨が今いいのかっていうと、これね、別の動画で、ちょっとまとめた動画があるんで、詳しくはそっちを見てほしいんですけど、仮想通貨で一番有名なビットコインが、半減期を迎えた翌年に爆上げするっていうのが、サイクルになってます。で、仮想通貨ビットコインの、半減期は2020年の5月に迎えました。だから2021年が今そのバブルの、状態になるわけです。で、まだそんなに上げきれてないので、まだ今から買うっていうのも全然チャンスがあると思うんですね。で、もう一つは、ビットコインが最高値を更新した状態、オールタイムハイをした後から、猛烈に上げるという現象があります。2017年のバブルの時も、最高値を13万円ぐらいだったかな、更新してから220万円までね、およそ20倍ぐらいを2ヶ月でいったんですよ。そんな感じで最高値更新した後猛烈に上げるっていう動きをするんで、このね、4年に1回のサイクルで来るその爆上げ相場を、乗らないともったいないんですよ。だから今、株とか投資信託で、結構儲かったっていう人は、そういう人こそ、投資で儲かってきた人ほど、仮想通貨行ったら、あっという間に10倍、20倍とか資産を増やせるよっていう話を、してみました。というわけでね、今回の話役に立ったって方は、ぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そしてね、毎日ね、僕仮想通貨のチャート分析やってますので、ぜひチャンネル登録して、チャートが、日々気になるって人は、その動画を見てください。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。仮想通貨投資をやるなら、動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。入金方法は、他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨が購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になってます。でしかも、バイナンスよりね、手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットをメインとして使っています。
ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤マナの YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤マナでした。